皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な速さと自然な話し方で、話していきます。あとなんだっけな、トランスクリプトをですね無料で公開しておりますので、勉強に役立ててください。そして私のペイトリオンサイトでは今回のエピソードの新しい言葉も勉強できるので、こちらも、チェックしてみてください。はい、ということで皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。本当に今年もよろしくお願いいたします。はい、そうね、今日はね1月2日なんですね。今2日にこのビデオを撮影しています。昼です。昼、1時ぐらいかな今。はい。明けちゃったね。2025年終わって年明けちゃったね。一瞬だったね。一応ね、私は30日に仕事納めをしたんですよ。仕事納めっていうのは1年で仕事を納める、終わりにする、すべてを完了させるみたいな意味で仕事納めっていうんですね。だいたい1年の最後に仕事納めいつとか、いやうちの会社はね27とか、うち28とか、いやうち30まで仕事なんだよねみたいな感じで会話をします。仕事納めで、今回ね、多分会社員の方々は、カレンダー通りで働いていた方々は26日が仕事納めだったのかな。金曜日だよね、多分26って。そう私の友達とかはだいたいみんな26日が最後だったって言ってました。で、やっぱね、仕事納めの日は正直ね、仕事納めの日ってね、人によるんですけど、実は仕事あんまりしないのよ。大掃除とか会社の掃除したりとか、挨拶回りとか。だから結構ね、暇だったりするんだよね。もうなんかやることねえなーみたいな。私の場合そうでした。もう26だと、ちょっとやることねえなーみたいな。なんか挨拶のメールでもするかとか、なんか隣のチーム、マーケティングチームとかに、いいとかちょっかい出して、まだ仕事終わってないんですかみたいな。してました。懐かしい。今はね、もうね、一人ぼっちなんで、サニーサイドジャパニーズというね、私はグループクラスを他の先生とやってるので、同僚のような方々はいらっしゃるんですけど、やっぱオンラインでしか話せないし、みんなね、遠くに住んでるので、はい、この日が仕事納めですよっていう日はやっぱ一人なんですよ。だから30日に一人で、うわ、ポッドキャストの編集が終わらねえみたいな感じで、うおーって一人で、仕事してました。ちょっと寂しいなって。はい。なんかね、この26日の夜っていうか、4時ぐらいかな ?4 時5時ぐらいだね。みんなが仕事納めの日に、私は外でね、カフェに行ってたんですよ。カフェで、うおーって言って仕事してたんですね。終わらねーって言って。はい。で、じゃあ帰るかって言って外出た時に、もう外は暗くなってたんですけど、酔っ払った方々がたくさんいて、おじさん、おばさん、若い人、もうまだ5時とか6時なんですけどっていう、早くないって。ね。とか、普通に会社から出てきた。結構ね、私が住んでるところにね、オフィスがいっぱいあるんですよね。特にね、IT 系のベンチャー企業がね、近くに結構あるらしくって、若い人が多いんですよ、私の町。若い人って言っても多分20後半30代ぐらいの人が多くて、で、飲み屋街でもあるので、すごく賑わってて26日。もう最終日だから忘年会だよね。忘年会っていうのは忘れる年の会と書いて、年の最後にある飲み会なんですよ。大きい飲み会。会社で忘年会やったりとか、友達と忘年会とか、地元のね、なんか同級生と忘年会とかいろいろあるんですけど、その26日はもう本当に酔っ払いが多くて、酒くせえ。街が酒くせえ。私の地元が。で、みんなおじさんとかはね、特に可愛いんだけど、みんなこうやって、頭こうやって、
下げながら、お疲れ様でした。良いお年をみたいな。良いお年をみたいな感じで。また来年みたいな。良いお年をみたいな感じで、これでみんな、こうやって、ペコ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 っつって。じゃあ、また、みたいな。また来年、とか言ってみんな酔っ払ってやってました。それを一人で私はこうやって、あ、いいな楽しそうだなと思いながらこう、帰りましたね、お家に。うん。忘年会ね、楽しかったな寂しい。皆さんはどうなんでしょう？会社の忘年会とかあるんでしょうかね？どうなんだろう。結構ね、日本はやっぱ飲み会文化が根強いので、根強いっていうのはなんかもう、強い文化、深く、もう深くある文化なので、根強いので、やっぱり忘年会は盛り上がりますよね。12月ぐらいからだいたい忘年会シーズンが始まって、みんな酔っ払ってるんですけど、懐かしい。私会社の時に新人だったから忘年会のなんていうの、幹事をやったのね。幹事っていうのは、そのイベントとか飲み会とかをオーガナイズする人。ホストみたいな形ですよね。ホストではないか。計画を立てる人。なんかこういうことをしますとか、こういうことをします。だいたい新人がやらされるのよ。飲み会の忘年会で、大きい飲み会の忘年会とか。新年会もあるんですけど、新年会あんまやんないのかな。やっぱ忘年会やるから。そう。で、忘年会は仕事最後の日にやるんだけど、私が忘れられない忘年会は、とある IT 企業で勤めていた時の新卒の初めての忘年会の時に、同期ですね。うん。同期と一緒に、3人で幹事をやったんだけど、漫才大会をやったのよ。忘年会で。漫才。はい。そう。で、自分の上司とか漫才やりたい人って募集したの、会社内で。会社のメンバーね、50人ぐらいしかいない会社だったから、結構みんな、仲がいいというか、近いんだよね、関係が。で、漫才やりたい人、申し込みしてくださいっていうのを10月ぐらいに言って、で、結構集まってですね、漫才してくれる人が、上司と上司が漫才するとか、上司と部下が漫才するとか、いろいろペアがあって、やったんですけど、みんなね、本気できたの。漫才が。マジで、クオリティの高い漫才できたのね。びっくりしちゃって、すごい面白くて、だから幹事側も本気でやらなきゃいけない。もう上司とか、仕事終わってから、カラオケボックスに行って漫才の練習とかしてんの。どんな会社って感じじゃない？もう本気できちゃって、めちゃめちゃ面白かったんですよね。そう。それがすごい記憶に残ってて、だから仕事の最終日、その仕事納めの日が多分、その時20何日、27とかだったんだよね、仕事納めの日が。だから仕事も忙しいけど、忘年会の準備も忙しいって、ね、いうのですごいバタバタだった気がするね。なんかリーフレットとかも作ったんだよね。今年1年お疲れ様でしたみたいなやつ。写真とか思い出の写真とか、そう、すっごいバタバタした記憶がありますね。私は漫才の審査員をやったんですよ。どのチームが優勝するかみたいな。もう M1 グランプリみたいな感じですよね。M1 グランプリっていうのは日本の年末に毎年行われる漫才の1位を、決める、本当にあるテレビ番組なんですね。M1。今年も盛り上がったみたいですね。最近私見てないんだけど、M1 は。そう、なんだろう。M1 グランプリっていうのは、全国だよね。日本全国で、トーナメントをして、最後決勝に残った、何チーム ?6 チームぐらいかな。そんぐらいが、こう、勝ち上がってね、全国で。が、最後テレビで、決勝戦をやって、今年の漫才トップを選ぶっていう感じなんですね。それを忘年会でやったっていう。はい。すごい記憶に残ってますね。面白かったけど大変だったし、でも面白かった。うん。それが私の忘年会ですね。はい。またやりたいな、こういう忘年会。でもね、今年はね、サニーサイドジャパニーズの忘年会みたいなことをしたので、みんなでね、楽しかったかなと思います。はい。で、新年私は何をしてたかっていう話をしたいと思うんですけど、みんなは何したの？年末年始。ね。私何したんだろう？マジでさ、一応30に仕事納めして、31が休みなの。
で、2日前、一応今日まで休み。まあ今日このビデオ撮ってるから休みじゃねえじゃんって話なんだけど、まあ一応休みで、まあ、3日間の休みだったんだね。今年はね、短いの、休みが。年末年始の休みが。なぜかというとですね、フランスから帰ってきたのが11月で、10月の末かに帰ってきたんだけど、そっから全然仕事してなくて、サボりすぎみたいな感じで、はい。なので年末年始の休みが短くなりました。あとは、ブラックフライデーの爆買いがありましたので、お金がないんです。今、本当にやばくて、クレジットカードの請求が怖い。はい。そんな日々を過ごしておりますので、今年は、働きました。年末年始は割と。はい。まあ、でもね、3日間のお休みがあるんだけど、マジなんか、体感5分。覚えてないもん。あれって。私もう2日ぐらい休んでたけど、なんか5分ぐらいしか経過してない気持ち。5分しか経ってなくないみたいな。体感5分です、今回の休みは。みんなもそうじゃない？なんかクリスマスホリデーから結構休んでるんだけど、あれみたいな。まだ1日ぐらいしか経ってない気持ちあるんだけど、みたいな。休みってなんでこんなに早く過ぎていくんでしょうかね。本当にもうミステリーだよね、これもう本当都市伝説。休みが早く過ぎる現象。ね。はい。この答えをね、誰か解明してほしいんですけれども。ミステリー。はい。でも何をしてたかというとですね、まあ、31日の最後の日は、ゲーム。はい。朝起きて、もうパソコンのスイッチピッて入れて、ゲームスタートっていう感じでした。はい。親に、買い物に行くみたいな、31日に買い物行くみたいなこと言われたけど、断りました。はい。いいえ、私は、お家に一人で閉じこもってゲームをしますって。何のゲームをしていたかというとですね、今もね、継続でやってるんですけど、続けてね、やってるんですけど、ペルソナ5ロイヤルです。はい。めちゃめちゃ楽しいよね、あのゲーム。本当に夢中になってしまう。ハマってます。まあ、ただね、このゲーム、あれ結構前のゲームじゃないって。てか前もなんかだいぶ前にはるかさんそんな話してたなって思った方いると思うんですけれども、記憶力がいいですね。はい。購入したのは3年前。プレイしてたのも3年前。はい。途中でね、挫折したんです。挫折するっていうのは途中で諦めちゃうみたいなことですね。挫折したんです。このペルソナ5。まあ理由はですね、ちょっと長すぎる。はい。ペルソナ5多分ね、今まだ途中なんですよ。まだまだ終わりが見えていない。もうまだまだ、いつ終わるんだろうという状況なんですけど、プレイ時間、今90時間です。おやって。90時間で終わりが見えないなんてことがあるんでしょうか。一体何時間かかるのかな。だからちょっと途中でね、ちょっと挫折しちゃって終わんないな、このゲームって。まあちょっと忙しくなってフランスに行くことになったりとか、まあいろいろあったんで、この3年間ぐらいで。だからちょっと途中でできなくなっちゃったっていうのもあるんですけど、で、なんでもう一回やりたかったかというと、このペルソナ5、もう今もう本当にクリアを目指して一生懸命頑張っております。はい。ペルソナ5、そう、なんでやりたかったかというと、まあ普通にシンプルに超面白いゲームだからっていう理由もあるんですけど、うちのですね、猫ちゃんの、モナくん。どっか行っちゃった？寝てんのかな？今、どっかに行っちゃいましたけど、うちのモナくんって、このペルソナ5のキャラクターから名前を取ってるんですね。モルガナという猫がいて、でモルガナの、コードネームがあって、コードネームがモナなんですね。はい。その名前を取って、うちのモナくんはモナになったんですよ。で、モナくんが来たのが3年前。もう4歳になるからだいたい3年前ですね。はい。クリアしてねえのかよと。自分の猫に名前をつけたゲーム、クリアしてないんかいっていうね、気持ちがあったんで、今回クリアしようと。一生懸命今頑張っております。はい。今ももうできれば今すぐにしたい。はい。この動画を、撮影をピッて止めて今すぐにしたいぐらいの気持ちなんですけどね。はい。そんな感じでした。31日で紅白歌合戦を見て、
紅白歌合戦っていうのは毎年31日にやる NHK でやってる歌番組ですね。を見て、で、途中でゲームに行って、また帰ってきて、紅白の最後を見て、ハッピーニューイヤーって感じでしたね。うん。はい。まあ、いつも通りだね。だいたいまあ、今日はね、今日というか、今年は実家で過ごしたので、やっぱ実家は両親がいるので、両親の年越しスタイルをやっぱり、こう、なんか従って、両親の年越しスタイルに従った一年でしたね。はい。紅白を見て、なんか、そう。で、年越しそばというのを食べるんですけど、その年越しそばというのは31日の夜にお蕎麦を食べるんです、日本では。で、それの理由はですね、長く生きますように。まあ、長生きできますように。長寿ですね。長寿を祈って、まあ、蕎麦って長いじゃん。そう。だから長いものを食べるっていう意味で、年越しそばを食べるのが昔からの伝統なんですけど、私は蕎麦が大嫌いなので、年越しうどんを食べました。一人で。はい。で、1月1日、記憶ないですね。昨日だけど何してたんだっけど、まあ、ゲームしてたな。そう。でも初詣に行きました。初詣。初詣は、神社に行くことです。今年の初めに。神社に。うん。で、まあ、家の近くの神社に両親と行って、まあ、今年もよろしくお願いしますみたいな、去年もありがとうございましたということを神社に、行ってお伝えして、行列でしたね、神社。うん、列がすごい並んでて、すごいなって思いましたけど、で、おみくじを引いて、で、おみくじは、中吉でした。まあ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 、悪くないですね。悪くないですね。はい。去年大吉で、今年中吉で、悪くないです。はい。ってな感じでしたね。あとなんだろう。1月1日ね。いや、マジ一瞬で過ぎていっちゃったな。1月1日の元旦。元日か。元日ね。うん。他になんだろう。何したんだろうな。お正月といえば。いや、わかんないな。でも iPhone 買った。全然関係ないけど iPhone 16 Pro 買いました。今この16 Pro で撮影してるんですけど、いつもより多分画質が良くなったかなと思うんだけど、どうね。はい。前々から欲しくて、てかフランスにいる時からずっと欲しかったんだけど、まあ、日本に帰ってきてから買おうかなということで、16 Pro をようやく購入して、なんではるかさん17じゃないんですかって思った方いると思うんですけど、なんか17ってさ、柔らかいんでしょ？なんかアルミでできててちょっと柔らかいみたいな。うん。あんまりなんかこう、頑丈じゃない。まあ、強くない。頑丈じゃないって書いてあったのと、なんかカメラの性能は17の方がいいけど、なんかビデオはそんなに超変わるわけじゃないみたいな感じだったみたいなのを聞いたんで、まあ、16にしました。はい。16プロ。以上かな。はい。今年もこんな感じで頑張っていこうと。もう一瞬でね、年末年始は過ぎ去ってしまいましたけど。はい。他にやったこと、なんか話したいことあったんだけど、忘れましたね。はい。お正月。まあまあまあ、思い出したら言うわ。はい。ということで、今日の小話はここまで。次はですね、前にアンケートを取った皆さんの好きな食べ物、嫌いな食べ物何ですかの話をしたいと思います。なんかちょっと面白かったんで、この結果、お楽しみに。では、次のコーナー。はい、続いてのコーナーはですね、前にアンケートを取りました。皆さんの好きな食べ物、嫌いな食べ物は何ですかというアンケートの結果について皆さんとちょっとお話ししていきたいと思います。もうたくさんね、答えてくださって皆さん本当にありがとうございました。はい。面白かった。はい。面白かったですね。はい。まずはですね、日本人の中で、日本でよく聞く、日本国内でよく聞く好き嫌いな食べ物の話をしたいんですけど、皆さんの国もね、どうなのかちょっと考えながら、聞いてほしいんですけど、よく、なんか友達とかね、いろんな人に、
嫌いな食べ物何？まあ、好きな食べ物ってあんま聞かないよね。どっちかというと嫌いな食べ物の方がよく聞くんだけど、嫌いな食べ物から言うと、一番よく聞くのは、まあ、パクチーとかだね、やっぱり。パクチーだね。うん。パクチー。パクチーって葉っぱね。よく、何料理だろう。なんか、ベトナム料理とかタイ料理とか、なんか、ああいうのに入っている葉っぱ。うん。モロッコ行った時も結構使われてたね、葉っぱ。パクチー。パクチー嫌いな人多いですね、日本は。かなり多いと思う。うん。はい。まあ理由はですね、パクチーってそもそも日本料理に使われない食材なので、っていう理由ですね。だからパクチーとか、あとスパイス系も嫌いっていう人、日本ではかなり多いです。例えば、八角とか。私も好きじゃないです、あんまり。八角。八角っていうのは、なんか、なんていうの？星みたいな形のスパイスあるじゃん。よく台湾料理とか中華料理とかにも使われるしね。はい。八角嫌いとか、あとシナモンとか嫌いとか、あと、そういうスパイス系が好きじゃないっていうのはよく聞きますね、日本で。あとね、意外に多いのがトマト。トマト嫌いな人多いですね、日本。うん。よく言うのは、生トマトが嫌いっていう人がすごく多い気がします。意外に。私大好きなんだけど、そう、あったかいトマトだったら大丈夫って人本当多いですね。あったかいトマトっていうのは、なんかピザに乗ってるとか、パスタについてる、なんか温かいトマト。うん。生のトマト嫌いって人とか、あと私と一緒のピーマン嫌いな人。あとはまあ納豆ね。好き嫌い分かれますよね。納豆も結構います。私のお父さんは納豆が嫌いです。はい。あと、椎茸。うん。キノコですね。椎茸嫌い。なんか食感が好きじゃないって人よく言いますね。うん。椎茸とか。あと、セロリね。まあ、セロリはね、まあ、あんまり食べないね。やっぱ日本の料理であんまないですけど、なんか、ピクルスとかに入ってたりとか、サラダに入ってると嫌ってね。ピクルス嫌いな人も多いですね。ハンバーガーにさ、ピクルス入ってんじゃん、たまに。あれ絶対嫌だって人もいますよね。うん。はい。そんな感じでよく聞くかな、日本で嫌いな食べ物。うん。うん。かな。あと、これが嫌いみたいな。魚系嫌いって人あんまり聞かないですね。うん。はい。甘いもの。果物も。ドリアンとかはやっぱりなんかこう、臭いと。私食べたことない。だけど、ドリアンってそもそも日本に売ってないから、好きとか嫌いとかわかんないみたいな感じかな。はい。はい。ということで、じゃあ皆さんの、回答をちょっと見ていきましょうか。これ面白かったのがさ、なんか、好きな食べ物に対しては、なんかもうこれはすごく美味しくてめっちゃ好きですとか、なんか何回食べてもいいとか、なんか思い出があるとか、なんかすごいみんなラブリーなね、回答をしてるんだけど、嫌いな食べ物に対してのみんなのなんか言い方がひどくて、なんか、臭い、まずい、本当に嫌い、味は意味わかんない、臭い、気持ちが悪い、変な匂い、苦手、残酷すぎる、味がおかしい。みんなボロクソにもう言ってますね。なんか短いの。なんか好きな食べ物は何ですかってこれすごい結構みんな長文で答えてくれてるのに。でも嫌いなところだけだよ。嫌い、苦い、まずい、臭い、変とかね。気持ち悪いとかね。はい。面白い。理由はないとか。はい。急にみんな冷たいんだから。面白かったですね。はい。じゃあ発表していきますけれども、好きな食べ物で結構多かったのはやっぱお寿司多いですね。はい。お寿司好きな人と、あと意外にね、カレー系も多かったね。カレー。味は完璧って言ってる人とかね。スープカレーが好きっていう人もね、いたね。はい。あと焼肉ね。まあわかるね。焼肉好きよね。まあ肉好きだったら焼肉好きよね。うん。いや、私肉好きだけど焼肉は好きじゃないって人あんまいないと思うんだよね。だって焼肉って肉焼いてるだけだもん。ね。うん。焼いた肉、それが焼肉ですから。はい、美味しい。肉が大好きです。ってね。うん。はい。とかかな。まあ、あとはラーメン。ピザも多いね。ピザ。ピザね。いや、わかる。
ピザはまあ、うまいよね。まあ、ピザによるけどね。うん。いろんな味があって何回食べても飽きないし、ほとんどの味は美味しいです。そうだね。なんかピザで言うとさ、ハワイアンピザってあるでしょ？パイナップルが乗ってるピザ。うん。ね、今、皆さんの中で多分、好きっていう人と、絶対に許せませんみたいな人がいると思うんですけど、皆さんはどっちタイプ？パイナップルが、ピザに乗っているやつ好きですか？結構ね、これ嫌い。多分、イタリア人基本嫌いだよね。なんかパイナップルピザ。イタリア人はなんか嫌いだよね、ああいうの。で、アメリカ人好きよなっていうね、パイナップルのピザね。日本はですね、好きな人多いと思います。はい。これに関しては。パイナップルピザはね、結構普通です。うん。まあ、パイナップルをご飯として食べるということに、まあ、抵抗がない人の方が多いですね。うん。はい。酢豚っていう食べ物があって、これ中華料理だと思うんですけど、酢豚っていうお肉と、ピーマンとか入ってる野菜と玉ねぎとパイナップルを、なんだろう、あえた、混ぜた料理があるんですよ。酢豚っていう。はい。それで結構みんなもう、温かいパイナップルを食べ慣れてるので、日本人的にはあまり抵抗がないものだと思う。まあ嫌いな人いますけど。ちなみに酢豚は私はピーマンが入ってるので嫌いです。はい。違う理由で嫌い。はい。かな。じゃあちょっと面白い回答をちょっと見てみましょう。はい。梅干しが好きっていう方もいますね。梅干しも分かれるよね、好き嫌い。私は大好き。はい。どうして好きってわからないけど、そのまま食べても、梅干しの食品でも美味しい。わかる。いや、梅干しはね、何でも美味しいよね。そのままでも美味しいし、なんか梅干し、なんとか、梅干しパスタとかもあったりするんだよね。梅干しのなんか料理もうまいですね。うん。はい。甘いのと甘酸っぱいと、まあ、塩の酸っぱさを、が合わさる感じがあって、何でもぴったり合うという話でしたね。はい。梅干しですね。私も好き。みんなはどうだろう？梅干しも結構好き嫌いあるね。うん。はい。まあ、ちなみにこの方の嫌いなものはパクチーですね。はい。味は怖い。石鹸みたい。梅干しに関してこんなに長くさ、感想を書いてんのにさ、パクチーだけめちゃめちゃ短い。味は怖い。石鹸みたい。はい。パクチー嫌いですね。うん。やっぱパクチー嫌いな人って日本人以外もやっぱパクチー嫌いいるよね。パクチーを使わない国の方は嫌いな人多いと思いますよね。うん。はい。あとですね、お稲荷さんって書いてる方いますね。かわいい。お稲荷さん好きなの？かわいい。ね。お稲荷さんっていうのはですね、なんか日本の、なんだあるの？ジャンルわかんなくね？寿司？それともおにぎり？あれは。なんか酢飯？酢が入ったご飯を油揚げでこう包んでる食べ物なんですよ。あれは本当にお稲荷さんは多分相当歴史が長い食べ物だと思いますね。はい。お稲荷さんってたまに食べたくなんだよね。なんでかな酸っぱ甘い味。うまいよね。お稲荷さん好きなの？いや、わかる。美味しいって一言書いてますね。はい。この方が嫌いなものは、ウニ。ウニも好き嫌い分かれるわ。日本でも結構。うん、意外に嫌いな人多いよ、ウニ。私は大好きだけど。理由、海臭い。冷た。海臭い。なんかさ、海の味するの嫌いって人多くない？私も結構好きじゃないんだけど、例えば、生牡蠣。オイスターね。はい。生牡蠣、私は食べられませんね。なんか、海食ってるみたいな。もうなんか、で、海食ってるみたいな味すんじゃん。生牡蠣って。なんか、海みたいな感じじゃん。私はあんま好きじゃないですね。うん。でも、牡蠣は、蒸し牡蠣は大好きですね。うん。蒸した牡蠣。はい。なんかね、日本ではね、蒸し牡蠣は一般的なんですよ。
そう。生ももちろんあるけど、蒸す牡蠣も普通によく食べるんですけど、フランスではなくて、蒸し牡蠣が。そう、基本的に生で食べるって言ってて、どうなんですかね、他の国は。はい。蒸し牡蠣うまいっすよ、マジで。なんかその、海感がゼロになります、マジで。だから生牡蠣苦手な人、ぜひ蒸し牡蠣食べてみてください。牡蠣ね、オイスター。はい。これ海臭い嫌だよね。うん。はい。あとですね、私と一緒の人、濃厚煮干しラーメン。好きって書いてる人いますね。わかる。私も煮干しラーメンマジうまいよね。煮干しうまいよね。食べたいね。最近食べてないね、ラーメン。やっぱなんか豚骨とか、味噌とか醤油とかもいいんだけど、やっぱ煮干しラーメンが一番うまいですね。魚介系ラーメン基本的に私めっちゃ好き。魚介。うん、魚系の出汁。はい。強い干し魚の味、クリーミーって書いてますね。そうね。煮干しの味が強いね。クリーミー。そうね。食べたい。はい。嫌いな食べ物。この方の嫌いな食べ物は納豆。はい。変な匂いって書いてますね。そうね。なんか納豆の嫌い理由ってさ、味と食感、そして匂い。この3パターンあるじゃん。もう匂いが無理って人と、食感が無理って人と、味が無理って人で。はい、わかりますね。うん。はーい。次。好きな食べ物。焼き芋。いや、わかる。私もね、もう大好きですね。焼き芋は。うまいよね。うん。結構さ、なんか日本旅行とか日本に行ったらやりたいことみたいなことで、焼き芋を買うことっていう人結構いるよね。ごめんなさい。今、うちのモナ君がニヤニヤ泣いてますけど。はい。無視してください、全然。そう、焼き芋が好きで、焼き芋買いたいですね、日本でって言いますよね。結構焼き芋トラックっていうのが日本で存在していて、トラックでこう走りながら焼き芋を売ってるんですね。石焼き芋、お芋って言って、お芋、お芋はいらんかねみたいな感じで、焼き芋トラックがたまーに走ってますね。たまーに。もうだいぶ少なくなっちゃったけど、はい。見つけたらぜひ買ってみてください、日本で。まあ日本だとね、スーパーとかでも売ってるんで、焼き芋。ね。はい。でこの方の焼き芋が好きな理由は、お母さんがよく作ってくれますからっていう。絶対いい人じゃん。お母さんが作ってくれる焼き芋を好きな料理にピックアップするってもう絶対いい人じゃんけ。はい。ちなみにこの人の嫌いな食べ物はピザです。ピザ嫌いな人いるんだ。まあ、いるか。ピザ嫌いってことはさ、ピザってでもいろんな味があるじゃん？全部嫌いなの？ね。理由はありません。ただ口と合いません。へえ。ピザってことはピザ生地が嫌いなの？パンみたいなやつ。ね。へえ。ってことはパンも嫌い？ピザだけ？ちょっと気になりますね。はい。あとね、まあ、いっぱいあってね、本当でも不思議だなと思ったのは、フライドオレオって書いてる人がいて。フライドオレオね。なんか見たことある。なんかインターネットのどっかで見た気がする。アメリカだよね、これ。はい。理由、アメリカの州祭り州祭、まあ、州のお祭りね。州のお祭りに行って、食べた時は本当にもう懐かしい思い出です。懐かしいなーって書いてますね。フライドオレオ。ちょっと待って、想像しよう。フライド、揚げたオレオ。うまいんだ。これってアメリカだけなのかな？どうだろう？カナダとかもあるかな？なんかアメリカっぽいよね。このフライドオレオとか作りそうなのな。アメリカだよね。めっちゃ。ちょっと気になるね。食べてみたいね。食べてみたさと、本当にうまいんですかみたいな気持ちと、ちょっとなんかこの疑いのね、気持ちはありますけれども。はい。ちょっと食べてみたい。はい。この人の嫌いなものは、ドリアン。はい。匂いは苦手。ドリアンね、未だにね、食べたことないし、ドリアンの匂いも嗅いだことないの、私。なんかわかんないんだよね。日本に本当に売ってないから、ドリアンって。いつかね、なんかベトナムとかそういう国に行った時に多分売ってるから、ちょっと、ね、ちょっと試してみたいかな。
はい。臭いのはね、結構大丈夫なの、私。苦いのが一番苦手で、臭いのはね、結構好きなんですよ、私。だからドリアンいけんじゃないかなと思ってて。うん。はい。あとね、いろいろね、たこ焼きが好きとか、台湾のピーナッツ餅って書いてる人もいますね。ああ、うまそうやな。はい。あとですね、ブラックリコリスって書いてる人いますね。ブラックリコリスが好き。はい。頭がおかしいと思いますね。ブラックリコリス好き。一番好きな食べ物。ちょっと頭がおかしいと思いますね。色が素敵で苦い味が好き。はい。ちょっと頭がおかしいと思いますね。はい。このブラックリコリス好きな人いるよね。私の生徒さんでもさ、ブラックリコリス好きなさ、人がいて、ちょっとはるか先生、ちょっと食べてみてよ、みたいな。ブラックリコリスグミがあるじゃん。なんかタイヤみたいなやつ。黒くてさ、ね。なんか、タイヤみたいなやつ。ね。あれを食べてみようと思って、そのブラックリコリス好きだって言うからさ、私の生徒さんが。で、フランスで、これヨーロッパあるあるだと思うんですけど、ヨーロッパによくあること。ヨーロッパあるあるだと思うんですけど、なんか観光地に行くとさ、なんか、海賊のお店みたいな、グミキャンディー屋さんみたいなないなんか海賊、なんかパイレーツみたいな感じで、なんか、樽があって、で、なんか、樽の中にグミがいっぱい入ってるみたいなさ、なんか、キャンディー屋さんがない観光地。ね、あれヨーロッパ旅行行った時なんかいろんなところで見たんだけど、あれ何っていう。ね、まあ、そのなんか海賊のキャンディー屋さんみたいなところに行ったんですよ、フランスって。あ、そういえば、ブラックリコリス買ってみようと思って。売ってたからね。で、買って、食べたの。とんでもない味だね、あれはもう。誰これ作ったのってぐらいね、もうとんでもない味をしました。はい。飲み込めなかった、私は。うん。しょっぱ甘い。なんなの味。何あれ。何なの。葉っぱブラックリコリスって。お花ね。薬草草とんでもない味だったね。はい。でもあれ好きな人いるんだよね。あれ多分、好きな人は多分めっちゃ好きなんだろうね。ブラックリコリスって。でこのね、色が素敵で苦い味が好きって言ってる人がね。はい。私は無理でした、ブラックリコリス。はい。思い出です。フランスで食べた。で、この方の嫌いなものはまさかのバナナです。バナナ嫌いなの？ブラックリコリス好きでバナナ嫌いなの？どういう感覚？うめえじゃん、バナナ。どうして嫌いですか？食感。まあ、食感は確かにバナナちょっと気持ち悪いよね。なんかもちゃもちゃしてる感じ。なんか、柔らかい感じ。バナナね。バナナ嫌いな人もいますね、確かにね。はい。ってな感じで。いろいろね、好きなものはね、結構ね、こんな感じでして。嫌いなものでね、やっぱ面白いなと思ったのは、ドリアン多いですね。ドリアンと納豆多いよね。はい。あと、わさびとか、オリーブが嫌いとか。オリーブ嫌いな人も日本で結構多いです。私大好きだけど、オリーブ嫌いっていう友達結構いますね。はい。あと、野菜って書いてる人いますね。全部。野菜全部嫌い。理由はまずいって書いてますね。まあ、いますね。野菜嫌いの人ね。はい。まあ、嫌いなものはもうどうしようもないからね。うん。レンズ豆。豆ね。わかる。私もレンズ豆とか、あとひよこ豆。ちょっと苦手です。食べろって言われたら食べるけど、自分で食べないな。こういう豆系は。はい。よくさ、なんかブラジル料理とか、よく豆使うでしょ？ちょっと苦手なんだよね、あれ。好きな人好きよね、ああいうのね。はい。生卵とか、ジャム。へえ。ピーマン。一緒。ピーマン嫌い。しんちゃんも嫌いだからね。クレヨンしんちゃんかな？しんちゃんも嫌いだからね。って書いてある。はい。はい。はるかちゃんも嫌いです。ピーマンね。しんちゃんだけじゃないです。はるかちゃんも嫌いです。はい。ってな感じでした。皆さんありがとうございました。いろいろ面白かったですね。まだまだいっぱいいろいろあったんだけど、ざっとこんな感じっていうね。
はい。馬肉が苦手って人もいますね。へー。馬肉はあるよね。馬肉とか、あと、ヤギ肉とかラムとか、ああいうちょっと臭みがあるお肉嫌いって人結構いますよね。はい。いや、面白いですね。ありがとうございました。皆さん答えてくださって、ほんまに。そう。まあ、コメントでも書いてみてください。自分の好きな食べ物、嫌いな食べ物。うん。意外にね、なんか人に聞いてみると結構面白いなと思いますね。はい。じゃあね、次のアンケートをちょっと開始したいと思います。次、皆さんに聞きたいアンケート、またポッドキャストでお話しします。次のアンケートはですね、どんな仕事でもできるなら何をしたい？どんな仕事でもできるなら何をしたい？はい。もう何でもいいです。もうなんか、どんな仕事でもいいです。はい。大統領でもいいし、なんかスパイとかでもいいし、なんだろうね。宇宙飛行士とか何でもいいですよ。しかも時代も限らないです。時代も限らない。だから過去の、例えば侍とか、将軍とか、なんか、何でもいいです。はい。何でもいいので、やってみたい職業があれば一つ選んで書いてみてください。そして理由を教えてください。はい。またね、結果をポッドキャストでお話ししたいと思います。はい。今日の話は以上。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。なんだったっけな、私のインスタグラム、そして YouTube、フォローお願いします。ちょっと YouTube 今年盛り上げていきたいと思うので、ぜひ、いいねとか、チャンネル登録とか、コメントとか、お待ちしております。はい。他のポッドキャストチャンネルでも聞けますね。Apple Podcast とか、Spotify でも私の、ポッドキャスト聞けますので、ぜひ、好きなところで聞いてください。はい。あとですね、サニーサイドジャパニーズという他の先生とやっているグループ会話クラスコミュニティがあります。主にね、グループ会話クラスを、少人数のグループ会話クラスをして、で、メンバーになるとですね、部活に参加できたりとか、ディスコードに参加できたりとか、メンバーイベントに参加できたりとか、たまにオフ会とかやるのでオフ会に参加できたりとか、はい。無料でシャドーイングコンテンツを利用できたりとか、いろいろ特典がありますので、ぜひメンバーになってみてください。グループクラスはですね、最高3人と先生1人の4人で話すという、本当に少人数の会話クラスになります。で、毎週2つトピックがあってですね、いろんなお話ができますので、主にね、この日本語で自然に意見交換をするというのを目指して、やっております。はい。で、部活はですね、今4つの種類がありまして、私が担当しているのはゲーム部です。はい。1月からですね、マインクラフトをやります。はい。今ね、マインクラフト会議を12月にやって楽しかったね。もう会議だけでも楽しかった。マインクラフトどうする会議ね。みんなで。はい。で、目標はエンダードラゴン討伐。とりあえずね、エンダードラゴンを倒すみたいなのを、1月からやっていく予定です。はい。で、メンバーになれると参加できます。で、もう一つは、読書部ですね。読書部の次の課題本は何だったんだろう。読書部の次の課題本は犯罪日記っていうのかな。一橋、これってどこ、一橋東湖の犯罪日記っていうのかなっていうのを新しい、読書の課題本にしてますね。はい。これはね、りょう先生が担当している読書部です。はい。これも盛り上がってるね。はい。去年2025年に読んだのが4冊ありますね。コーヒーが冷めないうちに、コンビニ人間、バター、運転者。この4冊を、去年読んで、2026年からはこの読み方が分かんない一橋東湖の犯罪日記という、はい、本ですね。はい、読み方全然違うかも。ごめんなさい。
はい、興味ある方ぜひ参加してみてください。メンバーになったらこちらも参加できます。そしてですね、音楽部もあります。音楽部ではですね、ケビン先生という方がいて、このケビンさんはですね、ミュージシャンもやっている方でして、普通にガチで歌がうまいですという方がやってる音楽部、好きな曲について話したりとか、一緒になんか日本語で曲を作ってみようとか、いろいろやってますね。はい、そして最後シャドーイング部があります。シャドーイング部はですね、これ結構本当に勉強系で、シャドーイングを一緒に、みんなでやっていこうという、はい、っていう部活になります。ぜひメンバーになれたら参加できますので、こちらチェックしてみてください。サニーサイドはですね、1月の4日から、とりあえず5名限定で新メンバーを募集しております。はい、メンバー募集しておりますので、まだこのビデオがアップされた時には多分まだ残ってるとは思いますので、ぜひ申し込んでみてください。はい、詳しくはウェブサイトをチェックしてみてくださいね。はい。あと、そう、サニーサイドジャパニーズのポッドキャストもあります。先生たちが話してるポッドキャストがあるので、先生たちどんな感じなんだろうかって思った方、ぜひこのサニーサイドジャパニーズポッドキャストを聞いてみてください。はい。かなりね、カジュアルな先生たちが、はい、集まっております。はい。あと、春とゆうゆのゲームで日本語というポッドキャストもあります。ゆうゆ先生と一緒にやっているゲームポッドキャストです。はい。ちょっとね、来年は頑張っていこうという、来年っていうか、2026年は頑張っていこうって言ってね、ゆうゆさんとね、えいおーってこの間したので、はい、頑張っていきます。はい、ゲームしたり、ゲームについて話したり、いろいろしておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そして、私のペイトリオンですね。こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではですね、このエピソードの新しい言葉を勉強できたりとか、おやすみポッドキャストという、スーパーカジュアルタメ口ポッドキャストを、フルで聞けたりしますので、ぜひメンバーになって、春の日本語をサポートしてみてください。はい。いや、今年はね、本当に仕事を頑張りたい年なの。マジで。でもいつまで続くのか分かりませんけれども、今はこの気持ちです。はい。今年はいろんなコンテンツを作って皆さんとつながっていく一年になれたらいいなと思っております。この視聴者アンケート、みんなのアンケートを取ってお話しするという企画もどんどん進めていきたいなと思ってますので、はい。皆さん答えてくれたら嬉しいです。はい。こんな感じかな。はい。ということで皆さんまだまだ寒い日が続きますので、体調に気をつけてくださいね。それでは、また次回。さよなら。